ずこれを揃えていただいて、でその次このカップ一つ入れていただいたらまたお茶の時間も広がるし、それからあと朝ごはんとかもすごい可愛いのでいいと思います。こうでもいいんですけどね。めちゃめちゃ可愛いでしょ。こんにちは。こんにちは。今日はね、アステが、価格改定の前ということで駆け込みのねお申し込みすごい多いんですけど、でもやっぱりお店に来てくださる方もそうなんですけど、何から買っていいかな。アステを今まで1枚もお持ちでない方はやっぱり一番迷われると思うんですね。それで一度にそんなにたくさん買えないしとかで、ちょっとやっぱりね失敗したくないしねみたいな感じでよくご相談をお受けするので、まずはね、どういうアイテムから買っていただいたらいいかと、最終こんな感じで増やしていていただいたらね、アステのテーブルが素敵にできますよっていうところまでちょっとお話ししたいなって思います。はい。アスティエのファンってすごい多いと思うんですけど、玲子さんが考えるアスティエのどうして人気なのか魅力教えてください。なんかやっぱりアスティエさんってできて30年近くなるんですけどね、でこんな風にパッとブランドとして認知されてきたのってやっぱり10年ぐらいの感じかなと思うんですけど、やっぱりそれまでにこういう形の食器ってなかったんですよね。でもしあったとしても地場産業的ななんていうか共同っぽい感じの分厚い食器、ああいうのはあったんですけど、アスティエさんみたいに繊細ですごく薄くて、お上品な感じなのに強くて割れないっていうのがやっぱりまずは一番の人気かなと思うんですよね。それでやっぱりアステで作ったテーブルっていうのはやっぱり洗練されてる、でお料理が何を乗せても美味しく見えるもういっぱいあります。今日はその中でも初めて買うなら一番はこれっていうのを教えていただけるんですか？それはね、もうお店に来ていただいたお客様にご相談されたら必ずお答えしてるんですけど、それはディナープレートです。でね、アスティエさんの価格高いんですけどね、やっぱりその価格はある程度大きさとかにも準じて変わっていくんですけど、まずはね作業工程なんですよ。でその作業工程っていうのがね、この間ね陶芸されてる方がお店にいらして、もう感心されてました。それでこれはできないのよっていうようなことをねたくさん教えてもらったんですよ。でそれちょっとねそれもお話ししながら紹介したいと思うんですけれども、やっぱりあれだけ薄くて繊細なものってやっぱ窯から出した時にどうしてももうカシャッと割れてしまうんですよね。でそれをああいうなんていうか繊細な形状ができるっていうのは、そのアステの強さの証明でもあるし、それからなんていうんですかね、魅力でもあると思うんですね。なのでやっぱり素敵なものってたくさんあるんですけど、それから実際使えてそれで実用的に使えないと意味がないっていう感じで、それがちょっと合致したんでしょうね。それ大人気です。まず最初にじゃあディナープレートね、一番最初の、アステ入門のディナープレートご紹介しますね。でそのアステの、でもちょっとマニッシュな雰囲気のとちょっとフェミニンな雰囲気あるので、でもねあまりよそでないようなデザインっていうのでこちらを選びます。こちらをまず推薦します。これはナタリー・レテのとのコラボレーションのシリーズで、このベースはバックっていうアスティエさんでも一番古いデザインシリーズのにこういうナタリー・レテさんの絵柄を写したやつです。ディナープレートはやっぱりすごく形も大きいですし、もし1枚買っていただいてもその食卓の中央に置いて大皿としても使えますよね。それとかあとケーキプレートとしても使えます。でホールのケーキをちょっと小ぶりのだと置いていただいて皆さんでシェアすると、これはちょっと頑張ればね皆さん買っていただけると思うので、まずこれを揃えていただいて、でその次このカップ一つ入れていただいたらまたお茶の時間も広がるし、それからあと朝ごはんとかもすごい可愛いのでいいと思います。こうでもいいんですけどね。めちゃめちゃ可愛いでしょ。その次のステップです。これはね一度でなくていいんですけど、やっぱアステのテーブルを作ろうと思ったらやっぱりディナープレートが
4枚欲しいんです。でね、皆さんやっぱりアステエってやっぱり高額ですし、こうまず2人で揃えようとされるんですけど、それはね2人用の作ったとしてもまあねやっぱりどなたかが1人ゲストが来られたら、もうそれ使えないってなるじゃない。まあお二人暮らしだったらね、お一人暮らしの方だったらまあ1人ゲストが来られた時はそれでいけるんですけど、まあねどなたか来られて2、3人来られたら、もう全く足でせっかくあるのに使えないってなっちゃうんで、やっぱり私は最終的にはディナープレートを4枚揃えていただいたらかなりね可愛いアステのテーブルできますので、はい。それは同じデザインのもの4枚ですか？いや、それね日本人買いにくいんですよ。そうですね。なんか同じものまた買うのってしかも値上がりとかしててみたいなになったらでもアステの場合は、ディナープレートなのでその用途がディナープレートだったらどれでも大丈夫です。バラバラで全然大丈夫です。いっぱい可愛いデザインがあるんで、なんか同じの4枚っていう楽しんで買っていただいたら。大丈夫なんですか？はい。でねちょっとこう見繕ってみたんですけど、このアデレイドっていうのが、ブランドジュレで、まあ、一番人気というか大人気のシリーズです。こうプツプツプツってついてるね。でその次にこれが今年出たシリーズでペギーのシリーズです。であとこちらがこれがね私が一番最初にアステを買ったディナープレートなんですけど、ディナープレートというかこれをまず一番で買ったんですよ。はい、このシリーズはもう今でも使ってますので、ぜひおすすめです。この感じのこの4種類、これでだいたいアステのテーブルができるはずです。ちょっとやってみますね。はい。はい、こんな感じでアステのテーブルができました。このランチョンも可愛いですね。可愛いでしょ。ベアトリスさんのね、めちゃくちゃ可愛いです。4枚バラバラにしてるんですけど、統一感出したかったら同じ柄でしていただいたらいいんですけどね。ちょっとこのアステと外れますけど、これはこんな風になってますから、はい、こんな感じでしていただいてもリバーシブルです。こちらもこうですし、それからこの柄もはいこんな感じですし、自由にね使っていただいたらいいと思います。これはもうこういうふうに一つ一つ違うデザインを4種類お使いいただいてもめちゃめちゃ可愛いです。はい、それでどなたか、ゲストが来られた時、お家のご家族だけでもそうなんですけどね、ディナープレートをバラバラでこの4枚揃えた段階で、グラスはねお手持ちので全然いいんですけど、スープとかこの、もう一つこう重ねていただきたいんですけど、これを重ねる意味っていうのはお給仕する人が何度も席を立たなくっていいからっていうことなんですよね。コックさんとかいたら別なんですけど、ちっちゃいお皿に、取り分けるお料理を大皿で出していただいて、それで取り分けると。でそれが終わったら、これは片付けていただいて、こちらは片付けていただいて、これでメインディッシュをいただくという感じです。でその場合ね、この上のもう1枚重ねるお皿はスープでもデザートプレートでもいいんですけど揃えておいていただきたいです。だからもうこのアスティエのディナープレートを4枚揃えた時点でもう皆さんはアスティエのもうだいぶ上級者なんでその時はちょっとバッと思い切って4枚同じものを買っていただいたらなと思います。これ上がねバラバラだったらやっぱりちょっと統一感なくなると思うんですね。でそれはコツです。はい、何かしっかりこう小さいものでもいいので同じものを揃えて統一感を出すと、このグラスも一応揃えてます。それはやっぱりアステのディナープレートを最初に揃えていただいたのがバラバラなので少しこう統一感を出すという意味で、していただいたらいいなと思います。これで4人の食卓が完成しました。はい、かわいい、アスティエのティータイムの、
はい、テーブル作っています。でこちらはアステらしくこうランチョンもちょっとこう変えて華やかにして、本当はこのキャンドルスタンドとかこう使うんだったら普通はこう両サイドに使うんですよ。それあえて1個にしてこうなんかアシンメトリーなちょっとアンバランスな感じであえて作ってます。でアステのアイテムで言うと、こういうキャンドルスタンド、それからティーポットは初期ですね。で花器、お花ですね、こういうお花を入れる花器とか、それからこのランプ、それからあとこういうペンダントライトね、あそこに見えてるんですけど、そのペンダントライトで、あともちろんシャンデリアもありますし、でどうしてその食器以外のそういうアイテムを作ってるかっていうと、このアスティエの食卓を作りました。でそれだけじゃなくって、これはインテリアのコーディネートとも通じるんですけど、やっぱりサイドにこういう食器じゃないものでアスティエの素材、同じ素材があるとすごくこうなんていうんですかね、インテリアとしても完成するし、可愛らしさが倍増します。でこれはあれですね、こちらの食器棚の中の、先ほど下で使っていた食器をこう重ねてるんですけど、どんどんこう重ねていって、アステ上級者の方はもうたくさん近くにアステがあるとっていう風な感じで作っててもらったらいいかなと思います。そうじゃなくてもね、やっぱり、アステのパリのショップに行くとね、若いその学生さんのようなね、人が来ててこう1個とか買ってるんですよ。いいなと思って、でそれをお誕生日やからとか、それからプレゼントに買ったりとかね、でそういう風な感じで少しずつ買い集めていっていただいたらいいかなと思います。何を最初に買っていただいたか、またね今までアステを集めてらっしゃる方も何を買っていただいたかコメント欄に書いていただいたら嬉しいです。はい、皆さんでね同じ、大好きなものをね共有できたらめちゃめちゃ嬉しいです。でね、先ほど言ったインテリアのコーディネートのことについて、ブランドジュリエではレッスンもやってます。でこれはねやっぱりご自身で、インテリアっていうものを考えて、これでいいかな、合ってるかなっていう風なそのインテリアの揃え方するんじゃなくて、能動的にこういうインテリアを作りたいっていう風になっていただけるように始めたものです。ぜひね参加していただいて、はい、皆様とお会いできるのを楽しみにしています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。